はいどうもこんにちは。今日は久しぶりに革とか靴の知識を解説していきたいと思います。で今日はコードバンについて解説しますね。以前もコードバンの魅力という動画を出して、そこでコードバンという革の特徴とかそれを使った靴の紹介みたいなことをしてるんですけど、今回も内容重複するとこあると思うんですが、改めてコードバンの紹介をしていきたいと思います。コードバンというのはですね、馬の革ですね。さらに馬のお尻の革ですね。でこのコードバンというのは馬全部にあるわけではないみたいで、あるのが農耕馬、畑で土を耕すやつを引くみたいな、そういう筋肉がある、ああいうしっかりした筋肉を持ってる馬で、それがサラブレッドとシマウマもコードバンはあるらしいんですが、一般に流通しているのは農耕馬のお尻の革らしいです。でこのコードバンという革は主に小物とか靴に使われますね。あんまりサイズが大きくないので、カバンみたいな大面積のものにはあまり使われないですね。一番よく使われる革っていうのは牛の革じゃないですか。靴とかカバンとか、全般的にレザー製品にはよく使われるんですけど、馬の革も使われてるのは結構見ます。馬の革だからコードバンというわけではなくて、馬の革のそのお尻のある部分、そこにコードバンが存在していると。やっぱり特徴は光沢感とシワですね。これは普通の革では味わえない魅力なんですけど、それは革の構造の違いにあるんですね。コードバンっていうのは繊維がすごく詰まってるんですよね。で製造工程で繊維が詰まってる部分だけを取り出して、繊維を押しつぶしてツヤを出していくんですよ。でその実物のコードバンの革というのはどういうものか、こんな革ですね。これがコードバンです。それもパッと見て分かるようにもうツヤッツヤですね。このコードバンの面白いところっていうのは、このツヤツヤな面っていうのは実は裏面なんですよ。裏面っていうのはこの部分はもちろん製品に使うんですけど、こういう一般的な牛の皮、この面が表じゃないですか。この面に毛が生えて外にあった面で、この裏面あまり光沢のない方が、これが体の内部ですよね。コードバンはその点逆で、こっちが体の内部でこっちが毛が生えてた方なんですよね。なのになんでこんなツヤが出るかっていうと、馬の皮の中で、この馬の皮の断面で筋繊維が密なコードバン層っていうのはこの中間にあるみたいなんですよね。でこっちから削っていって、こっちから削っていって、この間にあるこのコードバン層っていうのを取り出して、この裏面の部分の繊維を押しつぶして磨く。そうするとこんな感じの見た目になるんですね。でこれツヤツヤの皮なんですけど、こんな少しマットな感じのコードバンもあります。この辺の仕上げの違いなんかは動画の後半で説明したいと思います。でコードバンがどんなものかっていうのがよくわかるのがこの革ですね。この革は農耕馬の革ではないんですけど、馬の革です。でコードバン層っていうほどではないんですけど、一応それっぽいところがあります。このツルツルの面、これが毛が生えてた方ですね。外の面で、この裏面見ると、こんな感じにツヤはないですね。でもその裏面のこの部分見てもらうと分かるんですけど、ここ裂か目みたいになってますよね。ここ明らかに質感が違います。この辺結構毛羽立ってるんですけど、この辺はすごい毛羽立ちがなくて、さらっとした質感になってるんですよね。これが皮の中で切り替わる場所がありまして、おそらくなんですけど、これがコードバン層みたいなもんだと思います。これ実際はコードバンというほどこの繊維が密な層っていうのは広くないし厚くないんですけど、馬の皮のどこかでコードバン層が現れてくるっていうところがあるんですね。でこのコードバン層っていうのは左右のお尻一つずつあるので、ここと反対側のここにもありますね。このコードバンを使って靴を作っていきたいと思っているので、改めてコードバンの説明をしようと思ってこの動画を作ってます。はい、ここからはコードバンの革を使った靴を紹介していきます。まず1足目はこの靴ですね。コードバンっていうとアメリカのホーインっていう会社が作ったコードバンを使ったオールデンの靴が有名なんですけど、これオールデンと双璧をなすアメリカ靴、アレン・エドモンズの靴です。色は黒でシンプルなダービーですね。なんといってもここのシワと光沢感、すごく大きなシワがうねるように入るのが特徴ですね。普通の牛の皮とは違って小さいシワシワシワっていう小刻みなシワが入らずにぬめっとしたツヤが入るんですよね。シンプルなんですけど迫力のある靴だと思います。はい、で次はこの靴。これはですね、さっきのアメリカのホーインというところの革だったんですけど、これは日本の新規企画という馬革を専門としているなめし業者のコードバンですね。
さっきのよりもどちらかというとね、こうつるっとさらっとしてて透明感があるような印象があります。他のツヤはさっきのよりは抑えめかもしれないですね。でこの辺は革の仕上げによるところがあるので、その辺後で解説します。これはリーガル東京、リーガルの高級ラインですかね。リーガル東京のコードバンを使った着火ブーツです。はい、次はこのブーツですね。これはハンガリーのバーシュっていうブランドの靴なんですけど、この革はね、アメリカのホーウィンの革を使ってます。やっぱりね、こっちの方が新規規格よりも光沢感が強い感じの印象があります。でコードバンはこう繊維を押しつぶしてるっていう話をしたんですけど、この部分見てもらうと、こうね、押しつぶした繊維が少し毛羽立ってきてるのが分かりますよね。なんか少しざらついた感じがあります。この辺はコードバンならではの現象ですね。はい、次はこの靴。さっきアレン・エドモンズの時に話した、これが有名なオールデンの靴ですね。コードバンの靴といったらやっぱり一番に上がってくるのがオールデンの靴です。この靴はオールデンのコードバンを使った靴なんですけど、少し特徴的です。この表面つぶつぶしてますよね。これ片押しコードバンってやつで、ツルツルのコードバンの革にこういうね、つぶつぶの模様をねつけたっていう革で、結構珍しいですね。さっきのコードバンと同じようにこんな感じでうねるような大きなシワとかなり強い光沢感はあるのがわかると思います。ちなみにオールデンのコードバンの靴って色目を結構つけてまして、これはねマホガニーっていう色です。ちょっと茶色いオレンジっぽい革の色ですね。これ中古で買ったんですけど、かなり雰囲気が迫力がありまして気に入ってる一足です。この片押しコードバンの靴、最近ね少しね流行り始めてるかもしれないですね。これスコッチグレインコードバンですけど、このつぶつぶ模様の形ですねが大麦の形を模してるやつなんですね。で最近ちょっと流行り始めてる気がするのがハッチグレインコードバンってやつで、こう四角い模様が押されてるコードバン。これは最近ちょっとビスポークメーカーでも使っているところを見かけますし、イタリアのエンツォ・ボナフェっていうところもハッチグレインコードバンの靴を出してますね。僕はね以前からめちゃめちゃかっこいい素材だなと思ってたんで、この素材がね一般的に使われるようになるのは嬉しいですね。はい、ここでねコードバンの革に戻りまして、種類っていうのを少しね説明してみたいと思います。コードバンの仕上げ方法にはね主に3つの種類があるみたいで、それがオイル仕上げと水染めと顔料仕上げっていう3パターンですね。でここにあるこれオイル仕上げです。でこれもオイル仕上げです。で水染めがさっきのこのリーガルのこの靴ですね。で顔料仕上げがないんですけど、時計のベルトでありました。これがね顔料仕上げのコードバンです。かなりツヤっとしてますよね。それぞれの特徴が、このオイル仕上げのコードバンっていうのはオイルが結構ね革の中に入ってる、曲げに強いっていう特徴があるんですね。コードバンってすごく硬い革なんですけど、オイル仕上げのコードバンは少しねこう伸びる感じがありますね。でオイル仕上げの中でもマット仕上げ、グレージング仕上げっていうのがあって、このコードバンねレーデル小川っていう千葉県の、コードバンの仕上げ専門業者のオイルコードバンですね。光沢あるんですけど、どっちかというとちょっとマットな感じです。でこの革は新規比較の姫路にあるんですけど、新規比較のオイル仕上げのグレージングってやつですね。レーデル小川と同じくこうオイルがね結構入って、こう触った感触とか似てるんですけど、このメノウと言われるつるっとした石でこう革の表面をこう擦って、こんな感じでめちゃめちゃツヤを出してるっていう仕上げです。めちゃめちゃねツヤツヤで、これぞコードバンという感じの革です。水染めっていうのはこの革の内部にはオイルをたっぷり入れずに最低限入れて、表面をこの水性の染料で染め上げるっていう方法みたいで、どっちかというとこのオイル仕上げのやつよりはこうパリッとした感じの印象がありますね。でオイル仕上げが少しこうぬめっとした感じを感じるのに対して、水染めの方はなんていうかねこうさらっとすっきりとした印象がある気がします。こんな感じでねコードバンの質感はしっかりあります。水染め仕上げのコードバンっていうのはあんまり世界ではないらしくて、日本の特にレーデル小川社が得意としている仕上げ方法らしいです。もう一個顔料仕上げ、さっきのこの時計のベルトに使ってたやつ、これはコードバンこの表面に顔料、樹脂塗料みたいなものですねをこう吹きつけて、こう顔料の層を作るんですね。なのでこのコードバンの革の質感っていうのは結構覆い隠してしまうんですけど、コードバンって結構ね色ムラがあったり、この虎こうシワシワの模様みたいなのが見えたりするんですけど、これは顔料仕上げのコードバンはこう塗りつぶしちゃう感じですね。主に高級ランドセルなんかに使われているようです。
そんなコードバンの仕上げがあるんですけど、コードバンの弱点やっぱりね、水に弱いっていうところですかね。水自体に弱いわけではなくて、この美しさを保つためには水がちょっとね敵であるっていうところですね。このね、表面に水を垂らすと、この押しつぶしてあった繊維がこう起き上がってきちゃって、そこがねこの水ぶくれみたいになるんですよね。これをブクっていうみたいなんですけど、ブク、こう表面が毛羽立って水ぶくれみたいになると、この持ち味の光沢感が失われていくので、やっぱりね水はあんまりつかない方がいいとされてますね。皮自体が水に弱いというわけではないと思います。でこの水ぶくれができた時にはこうね、アビスティックっていう水牛の角とか、あとは木のつるっとした木の棒とか、あとはカッサ棒をこうマッサージするこんな感じのね、つるっとした棒でこうこすってこの繊維を元に押しつぶしてあげるっていうのが大事ですね。であともう一つ弱点はめちゃめちゃ高いっていうことですね。値段が高いです。皮の値段って弟子単価っていうので結構測るんですけど、弟子っていうのは10センチ ×10 センチ、この大きさ、これでいくらかっていう皮の値段って決められてるんですけど、だからすっごいでかい皮だったらこの10センチ四方、この弟子が何弟子あるかって言って、大きい牛の皮とかだったら200弟子とかあるんですけど、でコードバンの皮っていうのは大体ね、大きくてもね20弟子とか20何弟子ですね。馬のお尻にしか存在してないので大きさが限られちゃうんですよね。でこのコードバンを取れるその農耕馬の希少性っていうところもあるし、1頭から取れる皮の小ささっていうところからもあって、かなりね高級な皮なんですよ。でその弟子単価でいうと大体牛の皮、安いものだと30円とか50円とかありまして、で、一般的に高級な牛の皮、有名なアノネイ社とかデュプイ社とか、その辺の皮だと、弟子単価100円台後半から200円300円あたりなんですけど、コードバンっていうのはおよそね弟子単価で言って800円から1000円超えてきますね。なんで4倍5倍の値段がする超高級な皮です。でさらに1枚が小さい、しかも楕円形をしているので皮の取り分が結構難しくて、これぐらいの大きさあると1足分取れるんですけど、もうちょっと小さかったりね、靴のパターンによってはこれとあともう1枚ないと1足にならないっていうね、アッパーの値段だけで本当に 4,5 倍してくるようなすごく高い皮です。このね値段の高さっていうところを補ってあまりあるこの魅力ということですごく人気のある皮ですね。ちなみに普通の皮ってこの部分銀面って言ってこっちを床面って言うんですけど、コードバンってこっちが本来はね銀面側なんで、こっち銀面じゃないんですよ。ここはね金っていうらしいです。金、カタカナで金、ちょっとねなんでかわかんないですけど金っていうらしいんで、僕の靴作り動画では金って呼んでいきたいと思います。というわけでめちゃめちゃ長く話した気がしますけど、コードバンの解説をしてみました。で今度からこの新企画のこのオイル仕上げ、オイルグレージング仕上げのコードバンを使って靴を作っていきますので、僕はね実は初めてコードバンの革を使って靴を作ります。いろいろねコードバンならではの問題点もあるので、その辺ちょっと確かめながらこの革をねいい靴に仕上げられるよう頑張っていきます。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。